フィギエモンです。2020年12月7日は羽生結弦選手の誕生日です。おめでとうございます。ということで、今回占星術で知る羽生結弦というテーマでお届けしたいと思います。私もね、誕生日ということで、羽生選手を応援しているチャンネルを運営しているので、何かしたいなって最初思ったんですね。で、何をしようかなって考えたところ、今年は羽生結弦選手を占星術の観点で知ろうかなって思い立ちまして、今日の動画を作ることにしました。私は占いを専門でやっているっていうわけじゃないんですけれども、タロットやオラクルカード、ペンデュラムを使ったダウジングなどをしていて、時々ね、自分自身や友人を占ったりっていうことはあるんですね。そんな中で最近これよく当たるかもしれないって思っているのが、占星術の太陽星座と月星座を見るというものです。皆さんね、羽生選手がいて座だっていうことはお誕生日からわかるとは思うんですけれども、小さい頃から自分のこと何々座って羽生選手のいて座ですね。これは太陽星座のことなんですね。で、私がね、これを詳しくていいなって思うページがありますので、そのリンクをね、概要欄に貼っておきますので、興味があったら見てみてください。でね、最初このページの自分の該当星座の説明を読んで、なるほどなって思ったんですよね。だから羽生選手の場合、このページで当てはめてみるとどんな感じになるんだろうっていうことで、お話ししていきたいと思います。生まれた時間までわからないので、記載がある通り12時って入力して月星座を出してみました。まずね、太陽星座と月星座って何ぞやっていうところなんですけれども、大まかに言うと、太陽星座は外側の自分で、月星座は内側の自分っていうことなんですね。人間生きてると、場面が違うところでいろんな自分を発見したりしますよね。それは自分の場合だけは内面もわかるからです。つまりね、太陽星座っていうのは他人から見た時の自分で、月星座は自分の内側から見た時の自分の性質ということになります。それが分かると、よりその人が分かるって思いませんか？羽生選手の場合は太陽星座がいて座なのですが、その特徴を今からお話ししていきます。太陽星座がいて座の人は、自由な精神と飽くなき探求心を常にしていく人生です。いて座の人が持つテーマとは、使命はまだ見ぬものを求めて旅を続けるということです。自分が出会ったことがないものを求めて旅に出る行動力を持ち合わせています。目標を達成したり夢を叶えるっていうことはもちろん大切なことです。でもそれだけが人生の目的ではないのがいて座の人なんですね。そこに向かうプロセス自体を大切にして冒険の旅を続けるのがいて座の人の楽しい人生になるんです。確かに羽生選手はいつも新しい技に挑戦してまだ見ぬものを求めてるっていうように感じます。私たちがそう見えるのですから、やはり太陽星座は外から見たその人なんだなって思いますよね。そしていて座の人は発展し続けて、ここではないどこかを求め続けているっていうのが人生に求めるものなんです。今よりももっと成長したいという情熱がいて座の終わりなき冒険旅行をかきたてます。決まりきった退屈な日常や変化と刺激のない環境に埋没してしまうと、人一倍息苦しく感じて生きることに張り合いを感じられなくなってしまうでしょう。今ここにあるものよりもどこかであるはずのまだ見ぬものへ憧れが強いため、現実的な生活の細々としたところにあまり興味を持てないという傾向もあります。どんな状況でも常に自分の無限の可能性を信じて、新しいことに挑戦していく姿勢が自分を前へ前へと押し上げていくことになります。この性質は
フィギュアスケートをやる上でぴったりですよね。こんなにいて座の理想を邁進しているのは羽生選手が筆頭っていうことになるんじゃないでしょうか。そしていて座の人が持つ周囲を引きつける魅力とはポジティブでまっすぐなエネルギーです。人生のあらゆる喜びや楽しみを味わうために冒険を続けるいて座の人は小さなことでうじうじ悩んだりあれこれ迷ったりしていては冒険を楽しむことができません。だからいて座の人はとにかくまっすぐ前を向かって進んでいきます。たとえ崖っぷちの状況に陥ったとしてもどうにかなるという楽観性を失いません。どんな人とでも分け隔てなく社交的に接することができるいて座の人。たくさんの人が集まっていてもいて座はその中の一人一人の個性を見極め、それぞれの人の中にある魅力を見つけ出そうとします。時に本人や周りの他の人たちが全く気づいてない魅力や才能を発見し、上手に引き出してあげることすらできるんです。そして一方で常にまだ見ぬものを求める冒険好きのいて座には他の人とはちょっと違う独特のオーラがあり、どこか危険な香りも漂います。縛り付けておくことができない自由さもいて座の人を引きつける魅力の一つなのです。ということなんですけれども、この性質は将来指導者になったとしたらすごく役立つのではないでしょうか。羽生選手の育てる選手をちょっと見てみたいなっていう気持ちになりましたよね。そしていて座の人が持つ才能は不可能を可能にしてしまうということです。いて座の人は何かに興味を惹かれるとすぐに行動に起こし熱中することができます。他の人ならやってみたいけどどうしよう、やめておいた方がいいかななどと躊躇してしまうことでも、いて座はとにかくやってみようと即座にアクションに移すことができるのです。だから失敗を恐れて躊躇することはないし、たとえ失敗してもそれで臆病になってしまうことはありません。またいて座の人は学習能力がとっても高くて頭の回転も速い傾向にあります。そんな才能を持つ羽生選手は自分の太陽星座を殺すことなく人生で生かしきっているようにも見えますよね。私たちもこんないて座の性質と羽生選手の生き様を比べてみて見習うべき要素がすごくいっぱいあるなって思ったかもしれません。ここまでが羽生選手の太陽星座であるいて座の解説です。次に羽生選手の月星座である水亀座を見ていきましょう。水亀座は12星座の中でも指折りの革命精神を持ち、豊かな発想力やアイディア、インスピレーションに恵まれた星座です。その水亀座を月星座に与えられたということが羽生選手の人生にどんな影響を与えるのでしょうか。月星座が表すのはその人が内側に本来持って生まれたものです。例えば社会の中で自分を積極的に表現するという時には姿を隠しているけれど、本当の心の奥底にある欲求、努力しなくてもすでに備わっている努力や魅力、そんな自分でも気づかないかもしれない秘められた可能性を月星座は教えてくれるんですね。水亀座が持つテーマと使命はルールや常識にとらわれず世界をもっと良くしていくということなんです。個人と個人がお互いにただ一人のユニークな存在として尊重し合える。それが水亀座の理想とする世界なんです。既存のルールを壊して新しい世界を実現するのが水亀座です。みんなが常識だからと疑いもせず受け入れてしまっているものをじっと見つめ、本当にこうしなければいけないのと人生と一生懸命考えます。やっぱり違う。こうである必要はないんだと気づけば、どれほど型破りであろうと世間の人が驚こうとまっすぐに革命を起こそうとします。社会から押し付けられた考え方に縛られず、
誰もが平等に自分の個性を発揮し自由に生きられる。そしてそんな個人同士が衝突することなくお互いの個性を尊重し合う。そんなユートピアを信じてそこに向かって進むのが水亀座の使命なんです。これを読むと羽生選手が引退後にやっていくだろうということを想像すると本当に楽しみになってきました。私事なんですけれども太陽星座が水亀座なんですね。だからね、この考えが本当によく理解できますし、こういう世界になったらいいなぁと常に考えているところでもあるんですよね。生きている世界は私と羽生選手では違いますが、それでも目指すところは一緒っていうところが本当に嬉しかったです。そして水亀座の本当の望みとは、新しい世界への憧れと常識や既存のルールへの抵抗です。新しいもの、型にはまらない自由な個性を持ったものに惹かれる水亀座は、本当の望みを実現するために飽くなき探求をしていくんです。水亀座を月星座に持つ人からにじみ出る魅力は、世界は必ず今より良くなると心から信じて、まっすぐに未来を見据えて前進する星座なんです。だからいつも明るく快活な印象を与えるんですよね。どこか人生の暗い面や嫌なことを忘れさせてくれる雰囲気があるんです。清らかで公平な心の持ち主でもあり、嘘や人の悪口は大嫌い。そういう公正ではないものは水亀座が理想とする新しい世界にそぐわないからです。そして相手や立場によってその個性を抑え込んだり態度を変えることもありません。水亀座にとってこれはごく当たり前のことで、あくまで自然体。そんな魅力で多くの人が魅了されてしまうんです。でももしかしたら自分自身ではその素晴らしい魅力を自ら気づいてないかもしれません。ということで羽生選手の説明をしているのではないかっていう魅力でしたよね。思う存分発揮しているように見える魅力ですが、もし魅力に羽生選手が気づいてないようだったら気づいてもらってどんどん魅力を増していってほしいですよね。そして水亀座が月星座の人の才能と可能性についてです。それは独創的なインスピレーションを形にしていくことです。常識や通念にとらわれず、まっすぐに世界の本質を見極める姿勢や、誰も思いつかないような新しい発想力に恵まれた水亀座。水亀座がそんな能力を与えられているのは、自由と革新というテーマを実現するためです。ですから、月星座に水亀座を与えられた人が、水亀座の能力を引き出すには、常識や世間体から自分を解き放ち、自由かつ独立した状態でいることが大切です。また、天才肌とも言われるほどの水亀座の鮮やかな才能は、理想の世界を自らの手で作り上げるためにこそ発揮されるものなんです。小さなアクションの積み重ねが眠っていた水亀座の力を大きく開花させてくれるはずです。これぞという改革の目標を定めれば、どんなに困難でも忍耐強く前に進み続けられるのも水亀座に与えられた才能の一つ。自分の中に存在している水亀座の能力を信じていれば、いつか周囲が驚くほどの大きな革命をやり遂げるまでにその力が成長しても何の不思議もありません。その力と可能性を信じてあげましょう。そしてゆったりとリラックスしていけば、水亀座の能力は必要な時にふとあなたを助けてくれるようになるはずです。きっと羽生選手はこれをね 100% ではないかもしれませんが、もうほぼ 100% に近いところまで実行されてるって感じがしますよね。羽生選手がやったことと思うとすごいって思いがちですけれども、今話しているのが羽生選手のことではなくて、月星座が水亀座の人というお話ですので、いかにね普通の人が目指すところっていうのが、羽生選手の姿なのかもしれませんよね。もちろん全員ではないんですけれども、私たちにもできるんだっていう証拠だと思います。最後にパートナーに求めるものっていうのをお話しすると、
お互いの個性を認め合って自立した個人同士として絆を深めていく関係性です。自分が起こす革命に共鳴してくれる人と同士として精神的につながるのが水亀座の理想の人間関係なんです。自分が相手の個性を尊重し、独立性を尊重する以上、自分も相手から束縛されず、個性を認めてほしいという思いが人一倍強い性質があります。大切な人に自分を否定されたくないっていうのは誰だって同じなんですけれども、特に水亀座は型にはまることが嫌いで、自分の個性を輝かせたいと思う星座なんです。みんなと同じようにとは思いませんが、その個性が尊重されないということには耐えられません。相手が大切な人であればなおさらなんです。自由と自立を大切にし、慣れ合いを嫌う水亀座ですが、孤独も大の苦手。独占し合うような密接な関係が嫌だからといって決して一人でいたいわけではないんです。あらゆる面で自分と違っていても、その個性を尊敬できる人と一人の人間として認め合い、自由な個人としてお互いを尊重し合う。その上で深い絆を結び、一緒に人生を切り開いていきたい。それが水亀座が恋人やパートナーに求めていることです。羽生選手は26歳になったわけなので、結婚適齢期とも言えますよね。ファンにとってはちょっときついかもしれませんが、羽生選手が幸せならそれでいいと私は思っています。月星座が水亀座ということなので、結婚した場合でも世間でいういかにもお嫁さんにしたい人っていう人を選ばないかもしれません。しっかりと自分を持った人をパートナーに選ぶのではないでしょうか。羽生選手が今日よりも明日が幸せならそれでいいと私は思わずにいられません。今日は羽生選手の誕生日祝いということで、占星術の観点で羽生選手を紐解いてきました。このお話を聞いて自分の月星座なんかも知りたいって思った方は、リンクを貼っておきますので、そこから自分の月星座を調べてみてください。このサイトはかなり詳しく書かれているので本当におすすめです。ではまたお話したい話題があったら動画をアップしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。では最後にプージャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。羽生選手おめでとうございました。フィギエモンでした。さようなら。